皆さんこんにちは。ミステリアスな世界へ行くお時間です。今回は、日本の運命を左右する秘密結社についてのお話です。日本の長い歴史の中で、天皇家は常に神秘と謎に包まれてきました。その陰で、八咫烏という秘密結社の存在が囁かれています。歴史書には記されない、血と陰謀の物語が今、明かされようとしています。ぜひ、最後まで聞いていってください。日本の歴史を操った八咫烏。平安時代、一条天皇の突然の病と、その後の奇跡的な回復。鎌倉時代、後鳥羽上皇の入る。江戸時代、桜田門外の変。そして、昭和天皇暗殺未遂事件。これらの出来事の背後に、八咫烏の影があったのではないかという噂が、歴史家たちの間で、密かに語り継がれてきました。特に注目すべきは、1923年12月27日の虎ノ門事件です。摂政宮、裕仁親王、後の昭和天皇を狙った襲撃は、不可解な偶然が重なり、未遂に終わりました。襲撃者の銃が不発に終わったこと、護衛の反応の速さ、そして、事件後の徹底的な情報管理、これらの要素が、八咫烏の関与を示唆する証拠だと主張する研究者もいます。皇位継承に関しても、八咫烏の影響力が取り沙汰されています。特に注目されるのが、明治天皇から大正天皇への継承時の出来事です。明治天皇の突然の健康悪化と、大正天皇即位までの異例の速さ、これらの背景には、八咫烏による緻密な計画があったのではないかという説が存在します。しかし八咫烏は、単なる陰謀組織ではありません。それでは始めます。彼らは、天皇家を守護する裏の力とも囁かれています。例えば、第二次世界大戦末期、昭和天皇の身辺警護が異常なまでに、厳重であったことが知られています。これは、八咫烏のメンバーが潜入し、天皇の安全を確保していたためだという説があります。また、平成天皇の治世中に起きた自然災害や国際的危機の際、不可解な速さで対応が行われたことがあります。これらの迅速な対応の背後には、八咫烏の情報網と影響力があったのではないかと推測する声もあります。しかし、これらの説はあくまでも推測の域を出ません。八咫烏の存在自体が公式には認められておらず、その実態は依然として謎に包まれています。それでも、日本の歴史の節目節目に、この秘密結社の影を見出そうとする試みは続いています。真実は闇の中です。しかしその闇を照らす光は私たちの探求心なのかもしれません。闇の儀式、日本の深い森の奥底を人知れず続けられてきた儀式の存在。それは八咫烏という秘密結社が古代から継承してきた闇の祭祀と呪術の世界です。その実態は現代においても謎に包まれたままです。古代日本の祭祀はしばしば血を伴うものでした。日本書紀には崇神天皇の時代に行われた人身お供えの記述があります。この残虐な習慣は表向きには廃止されましたが、八咫烏はこの古の儀式を秘密裏に継承してきたという噂があります。奈良県の山奥にある古社で毎年夏至の夜に不可解な儀式が行われているという目撃証言もあります。陰陽道との結びつきも八咫烏の力の源泉だと言われています。安倍の声明は単なる陰陽師ではなく、八咫烏の重要なメンバーだったという説があります。生命が行った式神召喚の儀式は、実は八咫烏の秘術だったのではないかと、一部の研究者は推測しています。平安時代の貴族の日記に記された、夜な夜な現れる怪しの鳥の記述も、八咫烏の儀式と関連付けられることがあります。興味深いことに、これらの儀式や呪術の痕跡は、現代にも残っているとされます。例えば、京都の某神社では、毎年春分の日に一般参拝者が立ち入れない奥の院で、不思議な儀式が行われているという噂があります。また、東北地方のある古刹では、真夜中に奇妙な詠唱が聞こえるという地元住民の証言もあります。さらに驚くべきことに、現代の政財界の重要人物たちが、これらの儀式に密かに参加しているという噂も絶えません。ある元政治家は、引退後の回顧録で国家の重大自治を決める前に必ず山中の祠を訪れたと記しています。この記述が八咫烏の儀式を示唆しているのではないかと一部で話題になりました。しかし、
これらの情報のほとんどは確証がありません。ヤタガラスの儀式を直接目撃したという確かな証言はなく、その実態は依然として謎に包まれています。それでも、日本の各地に残る不可解な祭祀の痕跡や、時折報じられる奇怪な出来事は、ヤタガラスの存在を信じる人々にとって重要な証拠となっています。真実は闇の中、しかし、その闇を照らす光は私たちの探求心なのかもしれません。ヤタガラスの秘密の儀式は、日本の歴史と文化の真相に潜む尽きることのない謎として、これからも人々の想像力をかき立て続けるでしょう。封印された真実。日本の歴史には、未だ解き明かされていない多くの謎が存在します。その中で最も興味深いのが、ヤタガラスに関する極秘文書の存在です。皇居の神部や古社寺の奥院に、日本の真の歴史を記した文書が眠っているという噂は、長年、歴史学者たちを魅了し続けてきました。最も有名なのは、ヤタ文書と呼ばれる、幻の古文書です。この文書は、ヤタガラスの起源から、その秘密の儀式、さらには、日本の建国の真相まで、記されているとされています。明治時代の歴史学者、木田貞吉は、この文書の一部を目にしたと主張しましたが、その後、文書の所在は不明となりました。興味深いことに、1945年の東京大空襲の際、皇居から極秘に搬出された文書があったという証言が残っています。これらの文書の中に、ヤタ文書が含まれていた可能性を指摘する研究者もいます。しかしその行方は、今もわかっていません。また、奈良県の大古社の宝物殿には、一般公開されていない古文書書が保管されているという噂があります。この文書には、神武天皇の統制に、ヤタガラスが深く関与していたことが記されているとされ、日本帝国の歴史を覆す可能性のある内容だと言われています。さらに、平安時代の本名寺、安倍の生命の子孫が所有しているという生命記録もヤタガラスに関する重要な情報を含んでいるとされています。この文書には、ヤタガラスと陰陽道の密接な関係や歴代天皇の即位に関わる秘密の儀式について記されているという噂があります。これらの文書が解読されれば、日本の歴史観が大きく変わる可能性があります。例えば、聖徳太子の実在性や邪馬台国の位置、さらには天皇家の起源に関する定説が覆される可能性すらあるのです。しかし、これらの文書の存在を裏付ける確実な証拠は今のところ見つかっていません。多くは噂や伝聞に基づくものであり、その真偽は定かではありません。それでも、歴史学者たちは諦めることなく、これらの幻の文書を追い求め続けています。ある歴史学者は、たとえ文書の存在が幻想だったとしても、それを追い求める過程で、我々は多くの新しい発見をしてきました。真実の探求こそが、歴史学の本質なのですと、言っています。封印された真実は、いつか日の目を見るのでしょうか。それとも永遠に闇の中に、うずもれたままなのでしょうか。ヤタガラスに関する極秘文書の謎は、日本の歴史に興味を持つ人々の心を、これからもかき立て続けることでしょう。歴史を動かした影の実力者。日本の歴史には、表舞台で輝く英雄たちの背後に、常に影の実力者たちが存在してきました。その中でも、最も謎に包まれているのが、ヤタガラスのメンバーだと言われています。歴史の転換点で、彼らは密かに重要な役割を果たしてきたのではないでしょうか。平安時代、陰陽道の体制者として知られる、安倍の生命。彼の驚異的な予言能力と呪術の力は、単なる才能だけでなく、ヤタガラスの秘伝によるものだったという説があります。生命の日記の一部には、カラスの教えという謎めいた記述があり、これがヤタガラスとの関連を示唆しているとする研究者もいます。鎌倉時代には、北条記の著者として有名な鴨の長明が、実はヤタガラスの重要なメンバーだったという説があります。彼の隠遁生活、実はヤタガラスの秘密の任務を遂行するためのカモフラージュだったのではないかと、一部の歴史学者は推測しています。幕末から明治維新にかけては、ヤタガラスの影響力が最も顕著だったと言われています。坂本龍馬の暗躍や西郷隆盛の動向の背後には、常にヤタガラスの存在があったという噂があります。特に、
孝明天皇の突然の崩御と明治天皇の即位のプロセスに、ヤタガラスの緻密な計画があったのではないかと推測する声もあります。明治時代以降も、ヤタガラスの影響力は続いていたとされます。例えば、日露戦争での予想外の勝利や、大正デモクラシーの急速な進展なども、ヤタガラスの裏工作があったからこそ、可能だったという説があります。現代においても、ヤタガラスのメンバーは、政財界に潜んでいるという噂が絶えません。ボー元首相の突然の辞任や、大企業の予想外の合併劇の背後には、ヤタガラスの影響があったのではないかと、囁かれています。また、ある財界の大物が、重要な決断の前には、必ず京都の某神社を訪れるという噂も、ヤタガラスとの関連を示唆するものだとする見方もあります。しかし、これらの説のほとんどは、確たる証拠に基づいたものではありません。多くは推測や噂に過ぎず、その真偽を確かめることは、極めて困難です。それでも、日本の歴史の裏側に潜む、謎めいた力の存在を信じる人々は、少なくありません。ヤタガラスのキーパーソンたちは、今もなお日本の歴史を、密かに動かし続けているのでしょうか。それとも、それは単なる都市伝説に過ぎないのでしょうか。真相は闇の中です。しかし、その謎を追い求める探求心こそが、私たちを新たな発見へと導くのかもしれません。失われた超技術、日本の古代遺跡や文化財には、現代の科学技術をもってしても、説明困難な謎が数多く存在します。これらの驚異的な技術や知識の背後に、ヤタガラスという秘密結社の存在があったのではないかという説が、一部の研究者や歴史外交家の間で囁かれています。最も顕著な例は、奈良県の大仏です。752年に完成した当大寺の大仏は、高さ 14.98 メートル、重さ380トンという巨大な銅像です。当時の技術で、これほどの大規模な鋳造が可能だったのかという疑問は、長年専門家を悩ませてきました。ある説によれば、ヤタガラスが古代エジプトから伝わる特殊な鋳造技術を秘密に保持し、この大事業に関与したのではないかと言われています。また、平安時代に遡る寺社建築の精緻な技術も、ヤタガラスとの関連が指摘されています。例えば、法隆寺の50の塔は、1400年以上の歳月を経ても、倒壊しない驚異的な耐震構造を持っています。この技術は、ヤタガラスが古代中国から伝承した秘伝の建築技術だったという説があります。天文学的知識においても、ヤタガラスの影響が見られるとする説があります。奈良県飛鳥村の石舞台古墳は、当時の日の出と夏至の日の入りに合わせて建造されたとされていますが、これほど精密な天文観測と建築技術の組み合わせは、当時としては驚異的です。これらの知識は、ヤタガラスが代々秘伝として受け継いできた可能性があるとされています。さらに興味深いのは、古代の日本人が持っていたとされる高度な医療技術です。奈良時代の僧、行基が行ったとされる開頭手術の記録や平安時代の遺書に記された驚くほど正確な解剖学的知識は現代の医学者をも驚かせるものです。これらの医療技術もヤタガラスが秘密に継承してきた可能性があると指摘する研究者もいます。しかし、これらの説の多くは推測の域を出ず確たる証拠に乏しいのが現状です。それでも日本の古代遺跡や文化財に見られる驚異的な技術や知識の源泉をヤタガラスという秘密結社に求める見方は多くの人々の想像力をかき立て続けています。ある考古学者は、これらの謎は私たちの先人が持っていた驚くべき知恵と技術を示しています。それがヤタガラスによるものだったかどうかは別として、これらの謎を解明することは私たちの文化と歴史をより深く理解することにつながるのですと語っています。失われた古代技術の謎。それは私たちに畏敬の念と好奇心を抱かせ、さらなる探求への情熱を燃え立たせるのです。ヤタガラスのネットワーク、日本の秘密結社。ヤタガラスの影響力は国内にとどまらず、世界規模に及んでいるという説が陰謀論者たちの間で長年囁かれてきました。その真意は定かではありませんが、世界の歴史的事件や経済動向の裏に、ヤタガラスの存在を見出そうとする試みは後を絶ちません。まず、世界の他の秘密結社とのつながりについては、
特に欧米の組織との関連が指摘されています。例えば、18世紀に設立されたバイエルのイルミナティ教会とヤタガラスの間に接点があったという説があります。また、アメリカのスカル&ボーンズとの連携網も噂されており、これらの組織が世界の権力構造を密かに操っているという大胆な仮説も存在します。国際金融市場への影響力については、より具体的な都市伝説が存在します。1985年のプラザ合意は、日本経済に大きな影響を与えた歴史的な出来事でしたが、この背後にヤタガラスの影響力があったという説があります。急激な円高誘導の真の目的は、ヤタガラスが世界経済の主導権を握るための戦略だったという推測もあります。さらに、1990年代のバブル崩壊と、その後の失われた20年についても、ヤタガラスの関与を指摘する声があります。これは、日本経済の長期停滞を通じて、世界経済の均衡を保つための意図的な操作だったという説です。これらの説は、確たる証拠に基づくものではありませんが、複雑な経済現象を単純化して説明しようとする人々の心理を反映しています。歴史的な国際会議でのヤタガラスの役割もしばしば取り沙汰されます。例えば、1945年のヤルタ会談では、表向きは米英ソの首脳が戦後世界の枠組みを決定しましたが、実際にはヤタガラスのメンバーが裏で糸を引いていたという説があります。これにより、日本の戦後復興の道筋があらかじめ用意されていたという推測もあります。また、1964年の東京オリンピック招致の成功も、ヤタガラスの国際的ネットワークの力によるものだったという説があります。戦後わずか19年で国際的な大イベントを開催できた背景には、ヤタガラスの隠れた外交力があったというのです。しかし、これらの説のほとんどは確実な証拠に基づくものではありません。多くは状況証拠や推測、そして人々の想像力の産物です。それでも、世界の複雑な出来事の背後に何か大きな力が働いているのではないかという疑念は多くの人々の心に潜んでいます。ヤタガラスの国際的ネットワークの存在、それは現実なのか、それとも単なる都市伝説なのか、その真相は闇の中に隠されたままです。しかしこの謎は私たちに世界の出来事をより批判的に多角的に見る視点を与えてくれるのかもしれません。霊能力の真相。日本の歴史には科学では説明しきれない不可解な現象が数多く記録されています。これらの超常現象の背後にヤタガラスという秘密結社の存在があったのではないかという説が一部の研究者や霊能力者たちの間で囁かれています。平安時代の安倍晴明の驚異的な予言能力と事実は広く知られていますが、これらの力の源泉がヤタガラスにあったという説があります。生命の日記に記されたカラスの羽音という謎めいた記述はヤタガラスからの教えを示唆しているという解釈もあります。江戸時代には徳川家康の軍勢が霧に包まれて敵の目から逃れたという霧隠れの術の伝説があります。この現象を単なる自然現象とする見方もありますが、ヤタガラスの技術によるものだったという説も存在します。明治時代に入っても超常現象とヤタガラスの関係を示唆する出来事が記録されています。例えば、1872年に起きた浜松の開花事件。突如として空から火の玉が降ってきて街を焼き尽くしたというこの不可解な現象は当時の科学では説明がつきませんでしたが、ヤタガラスの秘密の実験の結果だったという説があります。現代において霊能力者たちの間でヤタガラスとの遭遇談が語り継がれています。ある著名な霊能力者は京都の古社で3本足のカラスの姿をした霊体を目撃したと証言しています。また、別の霊能力者は瞑想中にヤタガラスの長老たちからメッセージを受け取ったと主張しています。さらに興味深いのは科学では説明できない現象の背後にヤタガラスの影を見出す試みです。例えば、千葉県の銚子市で定期的に観測される銚子の海溝。この現象はヤタガラスが古代から伝承してきた特殊なエネルギー操作技術の実験だという説があります。また、2011年の東日本大震災の際、
福島第一原発の危機的状況が突如として好転した背景に、ヤタガラスの技術が関与していたという噂も存在します。この説によれば、ヤタガラスのメンバーが古代から伝わる特殊な浄化の儀式を行ったことで、放射能汚染の拡大が抑えられたというのです。しかし、これらの説のほとんどは確たる証拠に基づくものではありません。多くは伝聞や個人の体験談、そして想像力の産物です。それでも、科学では説明しきれない現象の存在は、多くの人々の心に未知の力への畏怖と好奇心を呼び起こします。ある研究者は、これらの現象がヤタガラスの仕業かどうかは別として、科学で説明できない事象が存在するのは事実です。これらの謎を解明することは、人類の知識のフロンティアを押し広げることにつながるのです。と語ります。霊能力とヤタガラスの関係。それは現実なのか、それとも人々の想像力が生み出した幻想なのか、真実は依然として、霧の中に隠されたままです。しかし、この謎は、私たちに既成概念を超えて思考することの重要性を教えてくれるのかもしれません。日本の運命を握るもの。日本の戦後復興は、世界に驚きを与えた経済の奇跡として知られています。しかし、この驚異的な復興の裏に、ヤタガラスという秘密結社の隠れた影響力があったのではないかという説が、一部の研究者や歴史外交家の間で囁かれています。戦後直後、GHQ による占領下で、日本の将来は不透明でした。しかし驚くべきことに、日本は急速な復興を遂げ、わずか数十年で、世界第2位の経済大国にまで上り詰めました。この急速な発展の背後には、ヤタガラスのメンバーたちによる、緻密な計画と国際的なネットワークの活用があったという説があります。例えば、1950年代の高度経済成長。この時期の産業政策の多くが、当時の通産省、現経済産業省の官僚たちによって立案されましたが、彼らの中に、ヤタガラスのメンバーが潜んでいたという噂があります。彼らが持つ古来の知恵と、国際的な人脈が日本の急速な工業化と輸出拡大を後押ししたというのです。1964年の東京オリンピック開催も、ヤタガラスの影響力を示す出来事だと言われています。戦後わずか19年で国際的な大イベントを成功させた背景には、ヤタガラスの隠れた外交力があったという説があります。現代の政治経済においても、ヤタガラスの影響力は健在だと言われています。例えば、日本の長期政権の背後には、ヤタガラスのメンバーたちによる支援があるという説があります。また、日本企業の国際展開や日本の外交政策の決定にも、ヤタガラスの影響が及んでいるという噂もあります。さらに興味深いのは、日本の将来に関するヤタガラスの長期的な計画についての噂です。ある説によれば、ヤタガラスは日本を技術立国として発展させ、AI や宇宙開発などの最先端技術で世界をリードする国家にするという100年計画を持っているとされています。実際、日本政府が推進するソサイエティ 5.0 構想はこの計画の一部ではないかという推測もあります。また、環境問題や高齢化、社会への対応など、日本が直面する現代的課題についても、ヤタガラスが秘密に解決策を練っているという説もあります。例えば、日本の森林再生計画や最新の介護ロボット開発なども、ヤタガラスの影響下にあるのではないかと言われています。しかし、これらの説の多くは、確たる証拠に基づくものではありません。それでも、日本の驚異的な発展と、その背後に潜む謎めいた力の存在を信じる人々は少なくありません。ある政治評論家は、ヤタガラスの存在を信じるかどうかは別として、日本の発展の裏には、長期的視野を持った賢明な指導者たちの存在があったことは間違いありません。その精神を学び、未来に生かすことが重要なのですと語ります。日本の運命を握る者たちの正体。それは今もなお、謎に包まれたままです。しかしこの謎は、私たちに日本の過去と現在、そして未来について、より深く考える機会を与えてくれるのかもしれません。最後の秘密。日本の歴史の陰に潜む秘密結社、ヤタガラス。その真の指導者の正体は、日本の歴史上最大の謎の一つと言えるでしょう。
歴代の指導者と噂された人物たち、組織の神秘的な構造、そして裏天皇の存在の可能性。これらの謎は、多くの人々の想像力をかき立て続けています。歴史を紐解くと、ヤタガラスの指導者と噂された人物たちの名が浮かび上がります。平安時代の陰陽師、安倍晴明、戦国時代の軍師、武田信玄、明治維新の立役者、西郷隆盛、そして昭和の実力者、岸信介。これらの人物たちは、その卓越した能力と謎めいた行動からヤタガラスとの関連を疑われてきました。しかし、彼らが本当にヤタガラスの指導者だったのか、それとも単なるメンバーに過ぎなかったのか、真相は闇に包まれたままです。ヤタガラスの組織構造と意思決定システムも大きな謎です。ある説によれば、組織の頂点には、サンバガラスと呼ばれる3人の最高指導者が存在するとされます。彼らの下に、12羽と呼ばれる12人の幹部が配置され、さらにその下に数十万人の羽衆が存在するという階層構造が推測されています。意思決定は、カラス会議と呼ばれる秘密会合で行われるとも言われていますが、その実態は全く不明です。最も興味深いのは、裏天皇の存在可能性です。ヤタガラスの最高指導者が、今日の天皇と並んで、日本の運命を左右する存在だという説があります。この裏天皇は、代々ヤタガラスの中で選ばれた人物が務めるとされ、今日の天皇が行えない政治的判断や秘密の儀式を執り行うと言われています。例えば、1945年の終戦の決断、表向きは昭和天皇の聖断とされていますが、実際には裏天皇の意向が大きく影響したという説があります。また、1964年の東京オリンピック招致成功や1985年のプラザ合意なども裏天皇の影響力によるものだったとする見方もあります。現代においても裏天皇の存在を示唆する出来事があると言われています。例えば、日本の政権交代や経済政策の急転換の背後に裏天皇の意向があったという噂もあります。また、日本の伝統文化や神社仏閣の保護に関する突然の政策変更なども裏天皇の影響ではないかと推測する声もあります。しかし、これらの説のほとんどは確たる証拠に基づくものではありません。それでも、日本の歴史や現代社会の謎めいた側面を説明しようとする試みとして多くの人々の関心を集め続けています。ある歴史研究者は、ヤタガラスの真の指導者の正体が何であれ、この謎は日本の歴史と文化の奥深さを物語っています。それを解き明かそうとする過程で、私たちは自国の歴史をより深く理解することができるのですと語ります。ヤタガラスの真の指導者の正体、それは永遠に明かされることのない謎なのでしょうか。それともいつか、その真実が日の目を見る日が来るのでしょうか。この謎は、日本の歴史と文化に興味を持つ人々の心をこれからもかき立て続けることでしょう。というお話でした。次回もミステリアスな世界へご案内しますので、チャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいです。皆さんの意見もぜひコメント欄で聞かせてください。それではまたミステリアスな世界へ行くときにお会いしましょう。